おばあ様に命じられたから仕方なくとどまっていたんじゃ。女王陛下の頼みがあったのは事実だが、何よりわしがお主らの成長を見たかったからに決まっておるじゃろう。魔力を失わなければあのまま学園を卒業したかったし、シルバーが成人するところも、セベクが王宮近衛隊に入隊するところも、お主が体感するところも見たいと思っていたぞ。そうなのか。急に大きな声を出すな。じゃあなぜ赤竜の国に一人で行くなどと言い出したんだ。あんなに突然言われたら誰だって驚くし、何より悲しい。シルバーは泣いていたんだぞ。だが突然魔法が使えなくなったのはわしにも想定外のことだったんじゃ。わしが現役だった頃は、戦う力を失った者は潔く去るのが美徳とされていた。足手まといは未だ戦える者の動きを鈍らせ、戦況を崩す要因に他ならん。何百年前の話だ。それは今はもう分かっておる。古くそして誤った教えだ。だが人の一生は本当に短い。自由に遊び回れる時間などわしらからすればほんの一瞬に過ぎぬ。その一瞬をきっとあの子は迷いなくわしのために使ってしまう。それだけは絶対に避けたかった。なんか知らんが魔力も戻ったし、この調子ならしばらくはシルバーの世話になることもあるまい。怪我の巧妙というやつか。いやー、わしラッキーじゃな。リリアがシルバーの世話になりたくなかった気持ちは理解した。だがなぜ僕にも黙っていた。友人の悩み一つ聞けずに何が王だ。せめて相談くらいはされたかった。友人？なぜそこで驚く？すまん。そうじゃな。確かに。青春を分かち合うのに年齢は関係ないか。何を笑っている。僕は怒っているんだぞ。僕が卵から帰った時のこともずっと黙っていた。そこを明かすと話しづらいことが芋づる式に出てくるというか。シルバーの出生のことも嘘をついていた。事実を知れば僕があの子をどうにかするとでも。そうは言うが、お主の生まれであの子、人間を愛せというのは酷な話じゃ。ナイトレーブンカレッジで外の世界を知れば、きっとシルバーはあの森を出て人間の世界へ戻る。何も知らない方がお互いのためにも良いと思った。まあ結局バレたんじゃが。真実を知り複雑な心境でないと言えば嘘になる。あいつが赤子の頃はなぜリリアはこんな醜い生き物を拾ってきたんだろうと思っていた。だがあいつはみるみる育ち、言葉を覚え、生意気にも騎士になって僕とリリアを守るのだと言った。そのうちにセベクも加わり、いつ訪ねてもお前の家は騒がしかったな。うるさくて汚くて。それでも僕は城の侍従たちの目を盗んでお前の家に足を運ぶのをやめられなかった。今さら憎めるわけもない。そうか。リリア、僕はナイトレイブンカレッジに戻ろうと思う。一人一人の力は弱くとも知恵を絞り力を合わせて我が母を討ち、僕の角をへし折った人の子らの強さを僕はもっと深く学ばなくてはならない。
おごらずに彼らの強さを学べば、僕は祖母よりも母よりももっと強く賢い王となれるはずだ。そうだろう。お主の言う通りじゃ。それにマレフィシア様のカンカンぶりが多少落ち着くまでは学園に避難するのが吉じゃろうな。ああ、今茨の谷に戻るなんて考えるだけでも恐ろしい。命がいくつあっても足りないぞ。学園に戻るのも気まずくないと言えば嘘になるが、おばあ様の雷よりはマシだ。違いない。わしらはお主を止めてみせた人の頃に謝罪と感謝をせねばならんの。そうだな。特にシルバーとセベクにはとびきりの褒美を取らせてやらなくては。だがただ褒美を取らせるだけも味気ない。何かもっと特別な。そうだ、良いことを思いついたぞ。良いこと？皆をもてなす良い方法がある。聞いてくれるか、リリア。以上で全ての検査は終了になります。ご協力ありがとうございました。はーい、ありがとうございました。はあ、なんか緊張した。お、トレイ君、リドル君。ケイト、保健室から出てきたってことは例の検査が終わったところか？うん、そっちは学園長とのミーティング帰り？ああ、マレウス先輩たちの副学関連以外にも6月初旬に行われる学園対抗戦に関する議題が多くてね。そっか、大変だね。おっと、よそ見してたらぶつかるところだった。失礼しました。魔法災害の後遺症がないか全島民を検査したり手厚くサポートしてくれてすごくありがたいが、彼らが学園内をうろついていると物々しい感じがしてちょっと落ち着かないよな。ディアソムニア寮もまだ立ち入り禁止だし。強者のディアソムニアの鏡、キープアウトって黄色いテープが貼られてたね。ああ、寮内はまだ人間にとっては体に害があるレベルで魔力濃度が高い状態らしい。マレウス君の角が折れた影響だっけ？マジでレベチだよね。ステュークスと茨の谷の魔法師が対応に当たってくれている。数日中には規制が解除されるはずだと学園長が言っていたよ。リリアちゃんもマレウス君もまだ学園に戻ってきてないし、早くいつもの感じに戻りたい。イデア先輩もステュークスでやることがあるからと学園を不在にしがちだしね。まあもともとイデア君は教室に生身で顔出すことが少ないからな。夢の中で読んだ書籍の詳細を彼に聞きたいんだ。だから早く事態が落ち着いてほしいのだけれど。マレウスの侵入を拒んだ時にイデアの部屋で読んだっていう魔導工学の専門書のことか？うん、似たような本は学園の図書館にもあったのだけど、どれもイデア先輩の夢の中にあったものより内容が薄かったり説明が散漫だったり、欲しい情報に即たどり着ける整頓された作品、曖昧な言い回しのない明確な記述、あれはかなりの良書だった。なぜ僕は著者名を見ておかなかったんだ。ねえトレイ君、リドル君が読んだ本ってイデア君の夢の中にあったものなんだよね。それってもしかしてさ。ああ、リドルが探しているのはイデアがイマジネーションで作り出した本かもしれないな。異端の天才イデア君ならありえる。リドル君、事実を知ったら今すぐ本にしろとか言ってイデア君に詰め寄りそう。ん？あそこにいるのは
曇天をつけ来光よリビングボルト。あんたのとっておきいただくぜジョーカースナッチ。あ、セベクさんとエースさんの魔法構築式が入れ替わった。よっしゃくそーリビングボルト。この魔法使うやつの未熟さまでセットでかすめとるのかよ。おい未熟とはなんだ。未熟とは未熟なのは僕ではない貴様の方だろう。その証拠に貴様はただ痺れているだけで30センチほどしか移動できていないではないか。エースのやつ爆発頭がさらに爆発してやがるんだぞ。さっきは俺のユニーク魔法をかすめ取ろうとして雪男みてえに毛むくじゃらになってたしな。僕のスリープキスを僕相手に使おうとして真後ろにいたデュース君を閉じ込めたりしてたしね。夢の中で頭に決められたのまぐれだったんじゃないか。てめえら好き勝手言いやがって。パパッと強い魔法が使える便利なユニーク魔法を手に入れたと思ったのに。お前たちそこで何をしておいでだい。この声はナイトレイブンカレッジ校則第6条。学園内での死闘を禁ず。違反をしているのなら首をはねてしまうよ。違うんです、ローズハート寮長。これには理由が。なるほど、みんなエースのユニーク魔法の特訓に付き合ってくれていたわけか。うちの1年生のためにありがとうな。別にエースが面白いユニーク魔法を手に入れたって言うからどんなもんか見てやろうと思っただけだ。特訓に協力してたわけじゃねえ。勘違いすんなよ。僕も同じだ。他人の魔法をかすめ取るコソ泥のようなこいつの魔法を僕が制してやろうとしたまで実際こいつは盗んだ僕の魔法を使いこなせなかったしな。コソ泥って人聞き悪いな。ジョーカースナッチは魔法を入れ替えてるだけで盗んでるわけじゃねえって。俺の魔法と相手の魔法で物々交換してるだけ。トリッキーで面白い魔法だよね。でも的確に入れ替えるには相手の手札を読んでからじゃないといけない。これがこの魔法の攻略難易度をかなり上げているポイントで。静粛に。君たちが喧嘩ではなく魔法の特訓をしていたのは理解した。けれどこんな場所でやるのはマナー違反だ。そうだよ。1年生ちゃんたちまだ魔法のコントロールが完璧じゃないんだから、うっかり他の人に当てちゃって怪我でもさせたら大変でしょ。すみません。魔法の特訓ならうちの寮のバラの迷路でやるといい。迷路じゃ魔法を打ちにくいけどリドルに頼めばバラに命令して広いスペースを作ってくれるだろう。バラに命令するって？ハーツラビルの迷路に使われているバラは全て魔法植物なんだって。寮長の命令で迷路が形を変えるんだよ。だよねトレイクローバーさん。ああ、あの1回の説明でよく覚えてたなオルト。遊びに来るといいって言ってくれたことも忘れてないからね。へえ、迷路の形が変わるなんて面白い。ディアソムニアにも魔法植物はあるぞ。マレウス様の命令でお前たちを領内に捕らえようとしてきたあのイバラだ。なんでそこで張り合うんだよ。しかも物騒なんだぞ。寮長にバレるとあれこれ口出してきそうだから内緒で練習したかったな。聞こえているよ。よっぽど僕に首をはねられたいようだね。まあまあ寮長、特訓して自分のものにしようとしてるんだから偉いじゃないか。エースちゃんってばかっこつけだからこっそり上達して褒められたかったんだよね。もう先輩たちうっざ。さっさと迷路にスペース作ってくんない？へえ、エースちゃんのユニーク魔法は自分の魔法と相手の魔法を入れ替えられるんだ。すごいじゃないか。使いこなせるようになれば
かなり強力な魔法だ。へへでしょ。でも結構扱いが難しくて、例えばジャックみたいに体を変化させる魔法はすり替えられても使えない。俺のアンリッシュビーストは狼を祖先に持つ家系だからこそ使える魔法だしな。なるほど。つまりジャックのユニーク魔法は遺伝子情報から祖先の形質を呼び覚ます変身ではなく先祖返りを起こす魔法ということかい？だからエースが使うと狼にはなれず、ただ毛むくじゃらになって終わりでした。ふさふさで面白かったんだぞ。ま、俺様のふさふさ具合にはかなわねえけどな。魔法効果が切れるまでの時間マジで最悪だった。失敗は成功のもとってね。他にもダメかもってのあった？セベクのユニーク魔法みたいに体を別の物質に変化させる系は理屈は理解できても体がついてこなかったっす。鍛錬が足りん軟弱者には使いこなせない魔法ということだな。自分もよくしびれてるやつが威張ってるんだぞ。やかましいぞグリム。しかも相手がどんな魔法を使うか分かってないと入れ替えはできない。炎の魔法が来るって思ってても実際は雷の魔法だったりするとダメ。相手が次に何のカードを出すか読めないと先回りできない。カードゲームみたい。そう。しかも相手が魔法を構築完了した状態じゃないと不発になるんすよね。それは鍛錬次第でクリアできる課題かもしれないな。すり替えた段階で不足している構築式を自分で書き加えられるようになればいい。そんなことできるんですか？ってそうか、クローバー先輩のドゥードゥルスートは相手の魔法を上書きするわけだから、瞬時に構築式を書き換えたり組み替えたりしてるってことっすよね。そんなの頭がこんがらがっちまいそうだ。俺だって何でも上書きできるわけじゃない。どんな魔法にも制限はあるよ。俺もユニーク魔法発言したてほやほやの頃は分身一人だけだったしね。結局は何度も練習するしかないってわけか。はあ。筋トレせずに鍛えられる筋肉はねえ。魔法も同じってことだ。夢の中ではリドル寮長の魔法だってパパッとスナッチできたのに。ははは。僕も嘆きの島では夢中でスリープキスを使ってたけど、学園に戻ってきてからは不発ばっかりで、なしてってなったっけ。火事場のバカ力ってやつかな。確かに魔法には集中力が大きく関係してくるというデータがあるけど、エースさんがあの局面でリドルさんのユニーク魔法を奪えたことには偶然じゃない理屈があると思うよ。なんだその理屈というのは。ジョーカースナッチは相手の魔法の発動タイミング、効果、威力、そういう情報が多ければ多いほど成功率が上がるわけだよね。つまりエースさんはリドルローズハートさんのオフ・ウィズ・ユア・ヘッドを日常的に何度もかけられているがゆえに、とっさの判断でも入れ替えが成功したんじゃないかな。なるほど。はあ？なんだよそのかっこ悪い理由。本当にエースちゃんだからこそあのピンチを切り抜けられたのかもしんないね。日々の積み重ねに無駄なものは何もないってことだな。感謝するぞエース。繰り返し鍛錬することの重要性がよーく理解できた。さっきから話を聞いていれば僕から魔法をかすめ取ったことを随分自慢に思っているようだけれど、取られると分かっていて簡単に取らせてやるほど僕は甘くない。一度の成功におごらずコツコツ真面目に研鑽をするように。ちょっとリドル寮長まで笑わないでよ。あんなにクールにみんなのピンチを救ったのに。では僕たちはこれで失礼するよ。
この場所は自由に使っていいけど、くれぐれも怪我には気をつけるんだぞ。じゃみんなで特訓記念に1枚。ハッシュタグ NRC1 年生ユニマ練習中、失敗も修行のうち。ほい、アップ完了っと。1年生ちゃんたち頑張ってね。くそー、早くユニーク魔法を使いこなして先輩たちをあっと言わせて。習得してすぐに使いこなせたら誰も苦労しねえよ。まずは基礎を固めろ。俺バスケでも基礎練が一番嫌い。そういえばジャックって10月の両対抗マジフト大会の時にはもうユニーク魔法が使えてたよな。つまり今ここにいるメンバーの中では一番早く習得してたんだ。優秀だね。何か習得のきっかけはあったの？きっかけっつうか、母方のじいさんが俺と同じ先祖返りできるユニーク魔法が使えたんだよ。その姿に憧れて何度も真似してるうちに使えるようになっただけだ。ってことは魔法の発言も割と早かった？魔法が使えるようになったのは9歳か10歳の頃だから別に早くはねえな。俺も同じ年くらいだわ。兄貴が結構早くて俺は魔法発言しないのかなって半分諦めてたら、ある日突然って感じ。魔法の発言が早かったからなんだというのだ。それよりも発言後にいかに鍛錬を積み技を磨いたかの方が重要だろうが。そういやセベクは夢の中でスプーンを引き寄せられなくて半べそ書いてたよな。人間の年齢って見た目だけじゃよくわかんないけどだいぶでかく。ベソなど書いていない。余計なことをペラペラと喋るな。発言したと思ったらすぐに使えなくなったり。昔僕の魔法はかなり不安定だった。安定して使えるようになったのは14歳頃だ。僕は12か13歳の頃だったかな。魔法が使えると気づいたのはミドルスクールに上がってからだった。落ちてたバットをとっさに引き寄せた時に自分が魔法を使えたことに気づいたんだよな。バットか。デュースさんってミドルスクールでは野球部だったの？いや、バットは喧嘩の草野球をしてた時だ。